もしあなたの大切な人の本性が犯罪者だったら、遡ることおよそ18年前の2004年11月、アメリカテキサス州デイビッドソン郡裁判所では一人の少女が被告人になっていました。少女の名前はソフィア・ムーア16歳、罪状は殺人、取り返しのつかない罪を犯したソフィアでしたが、世間は彼女に同情の目線を向けていました。それはソフィアが殺人を犯したことにやむを得ない事情があったように見えたから。ソフィアは年上の彼氏から売春で稼いでくるように命令されていました。抵抗を感じながらもその命令に応じたソフィアはその先で売春客とトラブルになり、身の危険を感じて殺人を犯してしまったんです。私は一体どうなっちゃうんだろう。背景を考えると情状酌量の余地は十分にありました。しかしソフィアは警察の取り調べにおいてこんなことを語っていたんです。あの男は私が処刑してやったのよ。裁判中、悪魔と天使の二面性を覗かせる16歳の少女。彼女の知られざる本性とは。彼女を凶行に導いたものは家族のすれ違いと歯止めの効かないダラグートです。おざす、あなたのホットデビルケンちゃんです。あなたのスイートエンジェル、ヤミヤミコです。ぽいぽい。なんかその繰り返しの擬音以外さ、作ろうか。あんたもオスじゃん。何も言えねえもん。どうすかね、皆さん。アイディアちょうだい。本日ご紹介するのはアメリカで起きた16歳の少女による殺人事件です。実はですね、彼女はやめにやまれない事情があってね、犯行に及んだとされていて、裁判では多くの同情を集めたんです。何その、やむにやまれない事情って、なんか16歳の少女がそこまで追い込まれてたのって、殺人を犯すまで追い込まれてたのかなって、なんか今の時点で心苦しくなってきたけどね。本当ね、その通りなんですけど、実はこの事件ね、裏があったんです。まずはね、そんな少女が裁判にかけられるシーンから早速見ていきたいと思います。悲劇の少女。遡ることおよそ18年前の2004年11月、舞台はアメリカテキサス州デイビッドソン郡。法廷では一人の少女が大勢の裁判官を前に緊張の面持ちを浮かべます。少女の名前はソフィア・ムーア16歳、罪状は殺人でした。犯行があったのは2004年8月6日のこと。売春を行っていたソフィアはこの日の夜も客の男と会っていました。さあ上がって。売春客に促され男の自宅へ足を踏み入れたソフィア。すると彼女の目に飛び込んできたのは無造作に立てかけられたショットガンやライフル。男の部屋には物騒な銃が何本も並んでいたんです。それじゃあ早速、男は待ちきれないと言わんばかりにソフィアに触れようとするんですが、部屋の様子に不気味さを感じていた彼女は男の手を制止します。実はあまり体調が良くなくて。するとなんだと態度を表変させた男はソフィアに襲いかかろうとしたんです。恐怖を感じたソフィアはとっさにベッドのサイドテーブルに置かれていた拳銃を手に取りました。そして男の頭部へ向けて発砲。男はその場に力なく崩れ落ちました。このようにソフィアの犯行は半ば正当防衛とも思える内容だったんです。そもそもソフィアが売春に走ったのはつるんでいた不良仲間の影響。家庭や学校に居場所を見出せず、そうした連中の中に身を委ねざるを得なかった彼女には同情の視線が多数寄せられていました。そんな裁判の最中、ソフィアはこれまで自身の身に起きたことに思いを馳せます。1988年、ソフィアはアメリカテネシー州ナッシュビルにて生を受けました。父親の素性は一切不明。母のマリアは叫びたりで相手を選ばず肉体関係を持つような女性だったため、ソフィアは誰の子かわからない状態だったんです。出産後もマリアは荒れた生活を続け、育児を完全に放棄していました。母親が叫びたりで父親もいないんでしょ。どうやって生きていけばいいのよ。このソフィアね、ずっとこの母親にね、育てられたわけじゃないんですよ。生まれてすぐにね、別の家庭に引き取られるんです。ソフィアが生まれてから数ヶ月が経つと、マリアは懇意にしていた友人のメアリーにソフィアをたびたび預けるようになります。初めのうちは数日でしたが、期間は徐々に伸びていき、気がつけばソフィアは数ヶ月以上メアリーの家に預けられている状態。メアリーがソフィアの世話をしてくれているのをいいことに、母親のマリアは娘のことなど気にも留めず遊びほうけていたんです。そんなある日、メアリーの元へ一本の電話が入ります。もしもし？そんな、マリアが？電話は警察からでした。なんとソフィアの母マリアが薬物や売春を繰り返した結果、逮捕されてしまったというんです。この時メアリーが気がかりだったのはソフィアのこと。マリアはすぐには出てこられそうもないし、そしたらこの子はどうするのよ。そしてメアリーは夫にこんなことを切り出します。ねえあなた、ソフィアを私たちの子として育てない？そう、メアリーはソフィアと養子縁組を結び、自分が彼女の母親になろうと考えたんです。事情を聞いた夫はこれを受け入れ、ソフィアは正式にメアリーの娘となることに。ただここでメアリーの家族になったことも、実はソフィアの心に影を落とす一因となってしまうんです。物
心ついたソフィアは次第にこんなことを思うようになっていきました。家族で私だけ肌の色が違う。私は仲間外れなんだ。ソフィアを引き取ったメアリーの家庭は夫婦ともに黒人でした。しかし養子のソフィアには実母マリアの白人の血が流れていました。ソフィアは家族の中で一人だけ見た目が違っており、疎外感を覚えるようになるんです。一方で刑務所にいる実母の顔を一度も見たことがないこともソフィアにとっては重大なコンプレックスとなっていきました。見た目で明らかにそこじゃないなって分かっちゃうのは結構辛いわ。子供だとさ、見た目が違うってだけでいじめが起こったりとか、やっぱいろいろ考えちゃいますよね。こんなねことも考えつつ、養母のメアリー優しかったんですけど、この優しさこそがね裏目に出ちゃったんですよ。ソフィアは10歳の頃、養母メアリーが隠していたあるものを見つけてしまいます。それは刑務所にいる実母のマリアがソフィアへ宛てた手紙。ソフィア、あなたに会いたい。出所したら絶対に会いに行くから。そこには出所の日が近づき、自分と会えるのを心待ちにしている実母の心境が綴られていました。しかし、それはもう何年も前に出された手紙。母さんはなぜこの手紙を隠してたの？養母メアリーがソフィアに手紙を見せなかったのは、実母のマリアは出所してもすぐに薬物に手を出し、刑務所に出たり入ったりを繰り返していたためでした。幼いソフィアに余計な期待を持たせて悲しませないために、メアリーは実母からの会いたいという手紙を隠していたんです。ただソフィアがそんな事情を知るはずもなく、この一件で彼女はさらに養父母との距離を取るようになります。母さんは私を本当の母さんに会わせようともしてくれない。私のことなんて愛していないんだ。そうよね、本当の家族じゃないんだもん。そうやって思い悩むうちにソフィアの心はどんどんすさんでいきました。そしていつしか彼女は精神に重大な問題を抱えるようになるんです。彼女が精神に抱えていた問題、それは境界性パーソナリティ障害。障害抱えるほど悩んでたのってさ、本当になんかどん底というか辛かったでしょうね。でもね、境界性パーソナリティ障害、普段聞かない言葉だからさ、よくわかんない。実は先天的というよりは生育環境の影響でね、発症する割合が多いんです。そんなね精神疾患なんですけど、聞き慣れない人もね、多くいると思います。というわけで本日のメトラキーワード、境界性パーソナリティ障害について。境界性パーソナリティ障害とは、感情が不安定になりやすい精神疾患の一種。強い苛立ちを感じやすい神経症と現実を冷静に見れなくなる統合失調症の間を取ったような症状が出ることから、その名前が付けられているんです。境界性パーソナリティ障害の人は、他人からの評価を気にし、嫌われることに強い不安を抱きます。幼少期に母親から見捨てられ、新しく引き取られた家族との間にも壁を感じていたソフィア。彼女はそのトラウマから嫌われたくないという気持ちが強く、この障害を患ってしまったと考えられるんです。家族とのつながりっていうのを感じられないことによって、そういう障害が発症するにつながっていったわけね。なんかそういうね、養母の思いやりに気づいていたらまたね、状況は変わっていたのかもしれないんですけどね。そしてね、不安定な精神状態に陥ってしまったソフィアは徐々に道を踏み外していく。自身を取り巻く環境から思い悩み、精神疾患まで患うようになっていたソフィア。そして彼女が16歳になった頃、そんな状況をさらに悪化させる出来事が起こってしまうんです。ソフィアは養父母への反抗心からいつしか不良グループに出入りするようになりました。そして彼女はその中で10歳以上も年上の男性と付き合うようになるんです。そんな彼氏がある時ソフィアにこんなことを言いました。なあソフィア、お前売春で稼いでこいよ。そう、彼氏は遊ぶ金欲しさにソフィアに売春を強要したんです。そんな彼氏の要求をすぐには受け入れられずにいたソフィア。しかし彼に見捨てられたら私はまた一人になっちゃう。強い不安に苛まれた結果、とうとう売春に手を出してしまうんです。事件が起こったのは、そうやってソフィアが売春を繰り返すようになった矢先の話でした。売春を強要されていた事実と、いわば正当防衛とも思える犯行の事情を知った傍聴席の聴衆は、彼女の刑が少しでも軽くなるよう祈るような視線を向けていました。しかし実はこの時のソフィアの胸中には、彼らが予想だにしない感情が渦巻いていたんです。まああの男は処刑してやったんだけどね。みんなバカみたい。まんまと騙されちゃって。何よその反応。ソフィアは傷ついてるんじゃないの？実は今まで見せてきたソフィアの悲劇的な面っていうのは、彼女のたった一面なんです。まあね、その証拠にね、ソフィアはなんと事件当時ね、犯行をまるで楽しんでいたと言われているんです。少女の裏の顔。2004年8月6日の夜、売春客の自宅で目を覚ましたソフィアは、サイドテーブルに置かれていた拳銃を手に取り、隣で寝息を立てている男に向かって引き金を引いた。教師のくせに未成年に手を出すなんて気持ち悪い男。そうつぶやくとソフィアは男の遺体をそのままに彼の自宅を後にした。翌日、ソフィアは自宅でニュースを眺めながら不良仲間に電話をかけていた。もしもし、私昨日客の男殺しちゃってさ、そいつから盗んだ金半分あげるから逃げるのを手伝ってくんない？しかし不良仲間はソフィアが殺人を犯した事実を知ると、冗談じゃないと電話を切ってしまう。
ため息をつくソフィアだったが、その表情に特に慌てた様子はなかった。テレビからは相変わらずいつものニュースが流れている。遅いわね。意味深な言葉を口にしたかと思うと、再びどこかへ電話をかけ始めるソフィア。もしもし、マフリーズボロロードの近くで男性が亡くなっているのを発見しました。銃で撃たれています。そう、彼女が電話をかけている相手は警察。事件がなかなか報道されないことに苛立ったソフィアはなんと自分で自分の犯行を通報したのだ。自首ってこ違うね。ソフィアがね、警察に通報したっていうのは自首の意思があったからではないんです。ソフィアはこの時警察に遺体を見つけたと言っただけで自分が犯人だとは明かしていません。自首の意思があるわけでもないのに、なぜ彼女はわざわざ自分から警察に遺体の場所を教えたのか。実はこの行動には驚くべき事情が隠されていたんです。この時ソフィアは警察を試していたんです。ソフィアはその荒れ果てた生活とは裏腹に120以上の IQ を持つ聡明な少女でした。彼女は自分の通報によって警察がどのように動くのか嘲笑うかのように眺めていたんです。結局は逃走の相談を持ちかけた不良仲間が垂れ込みを行い、ソフィアはすぐに逮捕されました。ちなみにソフィアは犯行動機を襲われそうになったからと供述しているんですが、現場の遺体は眠っているような体勢をとっており、とても襲いかかる直前には見えなかったと言います。最初はさ、正当防衛見えてたんだけど、そうちょっと見えなくなってきちゃったわよね。本当にこうやむを得ず殺してたらね、うんこんな警察にこう言ってさ、それを試すとか楽しむみたいな余裕、本当はないはずなんだよね。ないねその後、警察の取り調べに際しても、ソフィアは裁判で同情を集めていた時とはまるで別人のような振る舞いを見せるんです。未成年を買おうとするなんてあの男もバカよね。あいつ教職についてる身でそんなことしてたんだよ。やばくない？おどけた表情で殺害した男性を罵るソフィア。罪悪感など微塵も感じていないその様子に担当した刑事は困惑していました。さらに病院で精神鑑定を受ける最中もソフィアの悪態は止まりません。あの男をどうやって殺したか教えてあげようか。頭を後ろから撃ってやったのよ。あんたにもぶち込んでやろうか。血が飛び散るのを見てみたいわ。看護師に向かって暴言をまき散らすその姿に、家庭環境に思い悩んでいた頃の純粋さは一切ありませんでした。何よこれ、人殺すことなんて何とも思ってないじゃないのよ。これがね、ソフィアの本性なんです。もうひどい、バグりそう。普段の生活ではね、家族のこと、精神疾患についてね、いろいろね、悩んでるように見えたんですけど、その裏では実は結構やべえことをしていたんだ。ソフィアが家族からの疎外感や精神疾患に悩んでいたのは、不良グループに出入りするようになる以前までの話。その後の彼女はもはやタガが外れた状態。飲酒喫煙は当たり前で、実母が堕落する原因となった薬物にまで手を出し、これまで悩んでいたことなどどうでもよくなるほどに道を外れていったんです。売春に関しても途中からはもはや慣れっこになっていました。完全に低層観念を失っていたソフィアは合計36人もの男性と売春を行い、そのほとんどの相手と否認もせずに行為に及んでいたといいます。環境のせいもあるんだろうけど、ちょっといくらなんでも道を外しすぎてると思うわ、私は。到底かわいそうには見えなくなってきましたよね。こうしたね、経緯も踏まえて、ソフィアには一体どんな判決が下されるんでしょうか。2004年11月14日、ソフィアの裁判も佳境を迎え、判決の時が訪れようとしていました。ソフィアが隠していた残虐性が明るみになった以上、その犯行内容に情状酌量の余地はありません。とはいえ、彼女はまだ16歳。少年法で裁かれるのであれば、そこまで重い刑が課されることはないと考えられていました。法廷内を張り詰めた空気が覆う中、裁判長はいよいよソフィアの判決を口にします。判決を言い渡す。被告人、ソフィア・ムーアを終身刑に処する。テキサス州の規定において未成年に終身刑を与えることは原則としてありえません。しかし明確な悪意を持って犯行に及んだソフィアは成人同様に裁かれるべきだと判断されたんです。未成年にはね、異例の判決だったんで。なので当時はかなり賛否がね、分かれたんですけど、そんなね、重い処罰も、ソフィアにとってはいい方向に動いたようなんです。ソフィアの現在。2019年5月、テネシー州刑務所。ソフィア、通信大学で学士号を取得したんだって？すごいじゃないか。頑張ったな。刑務所の職員からそう声をかけられ、笑顔でうなずくソフィア。服役中のソフィアの様子は真面目そのものでした。刑務作業の傍らで勉学に励み、通信大学を卒業。さらに、組織リーダーシップの学士号を取得するまでになっていたんです。彼女が悪魔の一面を覗かせたあの事件から早15年。売春も薬物も、そそのかす不良仲間もいない刑務所の環境に、ソフィアはすっかり誠実さを取り戻していました。そして、
更生した彼女の様子が報道されると、世論も大きく動いていきます。16歳の少女に終身刑を課すというのはやはり法律の観点から不当だったのではないか。歌手のリアーナや NBA 選手のレブロン・ジェームズなど著名人を中心に SNS 上でハッシュタグ運動が起こり、ソフィアの恩赦をめぐってなんと32万件もの署名が集められたんです。そして迎えた2019年8月7日、幾度にもわたる議論の結果、とうとうソフィアに恩赦が与えられ、彼女は出所の日を迎えます。これすごいわね。本当に本人にちゃんと反省の色があればちゃんと世間は認めてくれるものなのね。ね、道踏み外したし、本当にひどいんですけど、うんただなんかどういう状況でもね、もう一回チャンスをね、掴み取って、自分がこう前に進もうっていうのが、本人にあるっていうのは、結構アルゴでは珍しいパターンですけど、うんなんか本当良かったんじゃないかなってこう思いますよね。2022年、現在のソフィアは作家兼講演家として活躍する傍ら、刑務所時代から交際を続けていた男性と結婚。自身の経験を生かし、売春撲滅の啓発活動に勤しみながら、多くの人の温情で手にした幸せを噛み締めているんです。天使と悪魔の二面性を見せた16歳の少女。大人になった彼女の姿に、もはや悪魔の面影はありません。懸命に今を生きるソフィアの姿には、人はどれだけ堕落しても、環境や努力次第でまた歩き出せるという希望を感じさせられます。おざっす。ちょっとね、我々がね、やっているヤヒメサリオというね、ブランドなんですけど、なんと秋限定のね、マカロンが毎回販売するために売り切れで、ありがとうございます。というわけでね、次が秋マカロンラストの再販なんですけど、本当はね、できるだけでもっと多くの方にね、提供していきたいんですけど、ちょっとそのマカロンに使ってるね、材料が季節性のものでね、で、僕らも別に何でもいいやっていう思いで作ってないんで、次がもうね、材料的にもラストなんですけど、やっぱりこだわって作っているんでね、味は保証しますので、もしご興味あればね、ヤヒメサリオと検索、もしくはね、概要欄固定コメントから見ていただければと思います。これ前の動画で秋限定マカロン紹介した時に、なんでマカロンやってるのってコメントが結構ちらほらあって、改めて説明すると、私たちがね、一緒にやってるのは、福岡県の八女市にあるお茶屋さんの兄弟と一緒にやってるんだけど、その兄弟がお父さんの味とかお茶をもっと広めるためにマカロンにお茶を入れたり、ティーマカロンって形にして、あとはそのマカロンとお茶を一緒に楽しむとすごい素敵なティータイムになるよってことをもっと広めたいっていう思いを私たちが聞いてね、一緒にやりましょうっていう、本当に私たちも試食してるぐらい本当に美味しいマカロンだから知ってほしくて、純粋にね、共感してよね。で、その兄弟のね、家の茶園もね、農林水産大臣賞を取ってたりとか、結構やっぱ伝統あって、本当にね、素晴らしいものなんですよ。皆さんに知っていただきたいというね、その兄弟の熱意、我々も共感して、本当にいいなと思ったから、紹介とかじゃなくて僕らもね、がっつり入って、味も見て、しっかりこれをね、皆さんに広めたいっていうね、同じ思いでね、二人三脚でそのね、兄弟とやっているので、ご興味あればね、ぜひ手に取ってね、食べていただければ幸いでございます。